おばあちゃん家で噛まれたダニの思い出が一生のトラウマです。こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビがダニに噛まれたらどうなっちゃうのか、どんな挙動をするのか、どうすればいいのかというダニ問題についてお話をしたいと思います。ダニかゆいよね。人間であれだけかゆいんだから、かけばいいじゃない。あるいは薬飲めばいいじゃない。それやった上であれだけかゆいんだから、ボールパイソンもね、ダニに噛まれたらさ、もう大きなストレスだと思います。ダニが発生しないようにするのが、ボールパイソンの飼育においてとっても大事です。ダニっていうのはね、無から発生することはないんですね。何もないところからいでよダニにつって出てくるわけじゃなくて、必ずどこかから持ち込まれるので、例えばダニのいるような環境、ペットショップさんに行ったりとか、イベントに行ったりとかした時、あるいは新しくボールパイソンをお迎えした時っていうのは、ダニがもしかしたらいるかもしれないっていうことを想定して、水際対策をね、するのが一番大事です。で、それでもダニが発生してしまった、ダニがついてしまった、持ち込んでしまったっていう場合、ボールパイソンがどうなるかっていうとですね、一番多いのはかゆいから、なんとかそれをこう落としたい。もしかしたらね、本能で分かっているのかもしれない。これ来たわと。誰に教わるでもなく、我々の DNA に刻まれているかゆいやつです。それを落とすには我々は水に入る必要がありますみたいなムーブをすることが多いかなと思います。例えばこの子がダニに噛まれたら、こうやってね、水入れの中に体をドーンって入れて、なんとかそのかゆみを鎮めようとしているのか、それともダニ的なサムシングが世の中にあってそれを水没させようとしているのか分かりませんけれども、水入れの中にずーっと入ってて出てこない。大きい水入れだったらもう体全部つけますけど、こういう小さい水入れでも、これ君それできてる、半身浴みたいになってるでみたいになってでも体を水入れの中に入れて出てこないこのかゆみの元を断とうとする行動を取ったりしますので、もしボールパイソンが水入れの中から一生出てこないみたいなムーブをし始めたら、あれ俺最近どこ行ったっけなみたいなと、イベント行ったな、ショップ行ったなとか、新しくお迎えしたなということを思い出してみて、ダニがいるかもしれないという可能性の検討を進めていくと良いかと思います。水に入ってれば分かりやすいんですけど、水に入らない場合もあるから。で、ダニはですね、いるかもってなった時にはもう一匹じゃないですね。わーっと広がっている可能性がある。で、ダニってじゃあ目で見て分かるのかっていうとね、結構分かんない。なんでかっていうと、ボールパイソンほら、黒とか茶色とかが多いじゃないですか。ヘビにつくダニってもうゴマの何分の1の小ささ、細かさの黒い点なんですね。だから黒いさ、砂粒がこの辺歩いても分かんないでしょ。じゃあ白いヘビなら分かるのっていうと、結構そんなこともなくて、鱗と鱗の間とか目と眼球の周りのくぼみとか隙間とかに入っていったりするので、よほど増えてこない限りは目視することができないんですね。こういうヤシ殻で飼ってる人も多いと思うんですけど、そうするとね、もう増えやすいやら見つけにくいやらで大変だったりします。なのでダニいるかもと思ったら、まずこのヤシ殻は一旦やめて、これペットシーツにして黒い点の発見をしやすくしてあげるのがいいんじゃないかなと思います。で、実際にダニが発見されてしまった、ダニを見つけてしまった、どうしよう、どうやって取り除こう、水に沈めようかつってもね、結構ね、死なないんですね、ダニって水につけても。だから彼らはね、かゆいから体を水につけるんだけど、それではなかなか収まってはくれなくて、人間が人的に処理する必要があります。ボールパイソンにダニがついた時に、その苦痛に最も適しているのはフロントラインという薬がですね、Amazon でも買えるので、それを買うといいかなと思います。もともと犬猫とかにも使うやつなので、錠剤タイプとかもあるんですけど、スプレータイプが良いでしょう。実際にじゃあフロントラインを使ってこういう風にダニを取るんだよっていうのを実演したいと思いますけど、ダニが発生した、 Amazon でフロントライン買った。そしたら 2,3 プッシュしてあげて、ちょっとパタパタ揮発させた上で頭からやって塗布してあげるといいと思います。こうやってちょっと挟んで、細いところを前に進む習性があるので、その習性を利用しながらこうやっていくと、はい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 ってゴシゴシゴシってしなくても、塗布すればいいので、その成分がつけばいいので、こういう感じで、2、3回しっかりと当ててくぐらせてあげると良いでしょう。こうやってね、やってこうやって、でこの作業を僕たち輸入もしているので、輸入した時は途中どういう経路をたどってきてるかわからないから、自分が購入したブリーダーのところにはいなくてもいろんな動物質とかを通ってきたりするので、もしかしたらついてるかもしれないという想定のもと、輸入したりピキピ
匹全部こうやってやっています。これ 2,3 回やってあげると良いかなと思います。1週間したらもう1回やってあげてください。なんでかっていうと、成虫のダニはこれでほぼ全滅させることができるんですけど、卵に効かないんですね。で、卵がだいたい1週間ぐらいで帰るから、1回これで成虫全部落として、卵があった場合にそれが帰った、それをもう1回落とすために1週間後もう一度の作業してあげると良いんじゃないかなと思います。彼ら言葉喋れないんでね、どれぐらいかゆいかとかどれぐらい辛いかとかっていうのは分からないですけど、でも人間に置き換えたら相当かゆいから、できれば早く処理してあげたいですね。で、かゆいだけじゃなくて、ダニとかってこう病気を媒介したりもするんです。病気の子がいます、なんかウイルス持ってる子がいます、噛む、これピーって移動して別のボールパイソンを噛む。そうするとここでこう病気まで移ったりするので、ダニは持ち込ませない、もし発生してしまったら速やかに対処してあげるとボールパイソンが健康に育ってくれるんじゃないかなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビにダニがついてしまったらどうすればいいのかということをお話ししました。湿気の多い季節お気をつけください。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。